皆さんこんにちは、ヨギです。今回は恋愛における男女の考え方の違い10選について話していきたいなと思います。恋愛は楽しいけど、時々お互い理解できないことがあったり、すれ違うことがありますよね。で、実はそれは男女の考え方の違いから来ていることが多いんですよ。今回はそんな男女の考え方の違いを具体例を交えながら解説していきます。これを知れば彼の気持ちをもっと理解できるかもしれない。それでは早速いきましょう。では一つ目は、話をする目的が違う。女性は感情を共有するために話をするのが多いのに対して、男性は問題解決のために話す傾向があります。女性はストレスを発散したり気持ちを整理したりするのが自然ですが、男性は話を聞くとどう解決するかを考え始めるため、話を聞くだけでは満足しないことがあるんですね。例え話をすると、例え一つ目は、女性が仕事の愚痴を言うと男性は、それならこうすればと解決策を提案してしまう。男性は解決策を出すことが役に立つと思っているため、愚痴を聞き流すよりも行動に移ろうとしてしまうんですね。例え二つ目は、女性が友達関係の悩みを話しているのに、男性が、じゃあ距離を置いたらとアドバイスをしてしまう。男性は問題が発生するとそれをすぐに解決したくなるため、感情の共有よりも具体的な解決策を考えがちなんです。例え3つ目は、女性が今日は疲れたと、ただ自分の感情を聞いてほしいだけなのに、男性がだったら今日は早く寝なよと提案してくる。ここでも男は解決策を示すことで、あなたの役に立ちたいと思っているため、感情をただ聞いてほしい女性とはアプローチが異なるんですね。といったように、男性は問題解決を重視して、女性は感情の共有を大切にするため、会話の目的が異なりやすいです。では2つ目は、愛情表現の方法が違う。どういうことか。女性は言葉や日常での小さな行動で愛情を伝えることが多いですが、男性は行動で愛情を示す傾向があるんですよね。特に男性は大きなことをしてあげることで愛情を表現することが多くて、言葉での表現が少なくなる傾向もあります。例えば、女性が愛してると頻繁に言うのに、男性はあまり言わず行動で示そうとする。男性は言葉よりも行動で愛情を示す方が自然で、言葉にすることに関してあまり重要性を感じていないわけですね。例え2つ目は、女性がもっと褒めてほしいと思っているのに、男性はプレゼントを用意して愛情を示そうとする。そう、男性は特別なイベントや行動で大きく愛情表現をする傾向があって、日常の言葉は軽視しがちなわけですね。といったように、女性は言葉で愛情を伝えることが多いのに対して、男性は行動で愛情を示す傾向が強く、表現方法に違いがあります。では3つ目は、予定の立て方が違う。女性はデートや予定を細かく計画して楽しむことが多いですが、男性はその場でどうするか決めようというスタンスで過ごすことが多いですね。これは女性が安心感を持ちたいと思うのに対して、男性はその瞬間の状況に応じて柔軟に対応するのが自然だと思うから。具体的に言うと、例えば女性がデートプランを事前にしっかり決めたいのに、男性は当日決めればいいよ言ってしまう。男性は柔軟な対応を重視して細かく決めるよりも、その時の気分を大切にして準備を重要視しないことも多いんですね。例え2つ目は、女性が旅行の計画をきっちり立てたがるのに対して、男性は現地で楽しめばいいと思っている。男性はその場での雰囲気や状況に応じて楽しむのが得意なため、細かく決めることにストレスを感じることもある。例え3つ目は、デートの約束をするときに女性がいつどこでを具体的に聞きたいのに対して、男性はまた近くなったら言うよ。言う。男性は状況に応じて柔軟に対応したいという気持ちが強くて、事前に詳細を詰めるのがあまり得意ではない。頭の中で考えるわけですね。間に急な仕事が入ったらどうしよう。その他のやることが急に出てきたらどうしよう。そこで柔軟に決めていきたいという考えになる傾向があるわけですね。だから先の予定を立てるのが得意ではない。といったように、女性は事前にしっかりと計画を立てる傾向がありますが、男性はその場の流れを重視するため、予定の立て方に違いが出てきます。男性が急に今から会えないというのは、こういった傾向があるためですね。では4つ目は、感情の表し方が違う。女性は感情をオープンにして表現することが多く、言葉や態度にそのまま出やすい傾向があります。
しかし男性は感情を内に秘めることが多くて、あまり表に出さないことが多い。男性は感情を抑えて冷静に対応することが強さとされている面もあって、女性との感情表現にはギャップがありますよね。具体的に言うと、例え一つ目は、女性が怒りや悲しみを泣いて表現するのに対して男性は無言になってしまう。これはあるだろうな。男性は感情表現を抑えることが大人らしいと考える傾向があって、感情を爆発させることは少ないですよね。もちろんいるとは思いますけどね、そういう男性も。そういう傾向があるという話です。例え二つ目は、女性が喜びをすぐに言葉や笑顔で表すのに対して、男性は態度でわかるでしょと思って何も言わない。男性は喜びなどの感情を言葉にしなくても伝わると思っていることも多いため、特に表現しないことも多いです。例え3つ目は、女性が不安をすぐに言葉で伝えるのに対して、男性は自分で解決すると言って何も言わない。男性は弱音を吐くことを避けて、感情を内に溜め込んで自分で解決しようとする傾向がありますね。そしてそれが最善のストレスの対処法なんですよ、男性にとっては。洞窟の中に入って一人でこもって考え抜いて解決策を考えてストレス解消するんですね。だからただ弱音を吐くだけじゃ男はその後解決できていないからモヤモヤして、むしろストレス溜まるみたいなこともあったりしますよね。女性は感情をオープンに表現するのに対して、男性は感情を内に秘めて冷静に振る舞おうとする傾向があります。では5つ目は、コミュニケーションの頻度に対する考え方が違う。女性はこまめなコミュニケーションを大切にすることが多いですが、男性は重要なことがあれば連絡するというスタンスが一般的です。女性は感情や状況を常に共有したいと考えることが多い一方で、男性は必要があれば話せばいいと考えがちなんですよね。具体的には、例え一つ目は、女性が毎日 LINE したいと思うのに対して、男性は忙しい日はしなくてもいいでしょうと考えてしまう。男性は感情や出来事を頻繁に共有することに重要性を感じにくいため、必要な時だけ連絡を取ればいいと思う傾向があります。ここで悩んでいる男女多いのではないでしょうか。例え二つ目は、女性が今何してるのと頻繁に連絡を取るのに対して、男性は特に報告することがないと返信を遅らせてしまう。男性は日常の細かなことを報告することに関して必要性を感じないため、連絡がまばらになりやすいです。例え3つ目は、女性が今日どうだった彼の一日を聞きたがるのに対して、男性は特に何もないとしか言わない。男性は日々の出来事を感情的に振り返ることが少なくて、細かな共有を重要視しないんですね。今日こういうことがあって嫌な気持ちになったとか、そんな考えは瞬時に出てこないわけですよ。こういうことがあって嬉しかった。まあ言わないよね。どちらかというと、こういうことで結果残したとか、こういうところに行ったとか、行動とか結果を言いがちといったように、女性はこまめにコミュニケーションを取ることを重視する一方で、男性は必要な時だけ連絡すればいいと考える傾向があります。では6つ目は、褒められ方への反応が違う。女性は細かい部分を褒められると嬉しく感じますが、男性は大きな成果や努力を褒められると自尊心が満たされやすいです。女性は今日の髪型似合ってるねなどの外見やちょっとしたことを褒められると喜ぶ傾向がありますが、男性は頑張ったね、具体的な成果を認められることで満足感を得るんですね。例え話をすると、例え一つ目は、女性がその服似合ってるよ言われると喜ぶのに対して、男性はこのプロジェクトすごく頑張ったね褒められると喜ぶ。男性は見た目や外見よりも自分の努力や成果が認められることで満足感を感じることが多いです。例え2つ目は、女性が〇〇ちゃんの料理めっちゃ美味しいねと褒められると喜ぶのに対して、男性は〇〇くんのおかげで助かったよと言われると誇らしく感じて嬉しくなる。男性は他人に対して役に立つ存在であると評価されることで、より自尊心が高まる傾向があって、それで嬉しくなります。といったように、女性は細かい部分を褒められることで喜びを感じやすいですが、男性は成果や努力が認められることを重視しがちです。では7つ目は、励まし方の違い。女性は感情的に寄り添ってくれる励ましを求めることが多いですが、男性は具体的な解決策や事実に基づいた励ましを好むことが多いです。女性は辛い時には話を聞いてほしいと思いますが、男性は具体的にどうすれば良くなるかを重視しますね。
具体的に言うと、例え一つ目は、女性が辛いね、わかるよ、感情的に寄り添ってほしいのに、男性はだったらこうしてみたらって提案してしまう。男性は問題に対して冷静に対応するため、解決策を提案する方が役に立ってこの女性のためになる感じることが多いから、こういうことをしてしまうんですね。例え二つ目は、女性がもう大丈夫だよ、無理しないで、慰めの言葉を求めているのに、男性はこれぐらい乗り越えられるよと励まそうとする。男性には効果あるんですけどね。理由としては、男性は自分が強くありたいと思うため、相手にも事実に基づいた励ましを送ることが多いためですね。例え3つ目は、女性が今日は疲れたよな、ゆっくりして言ってほしいのに、男性は何が問題なのか話してみようって言う。男性は感情的に寄り添うよりも問題の根本を解決しようとする傾向があるから、状況を冷静に分析しようとするんですね。だからカップルの喧嘩でもこういったところでぶつかることはあるんじゃないかなと思う。女性がただねぎらいの言葉を言ってほしいのに、慰めてほしいのに、男性がそれはこういうところが問題なんじゃないかな、問題点を提示する。ありがちですよね。といったように、女性は感情的に寄り添ってくれる励ましを求めることが多いのに対して、男性は具体的な解決策や事実に基づいた励ましを好む傾向があります。では8つ目は、デートの目的が違う。どういうことか。女性はデートを通じて相手と感情的につながりたいと考えますが、男性は楽しい体験を共有することに重きを置くんですね。女性は一緒に過ごす時間そのものを楽しみたいと思っているのに対し、男性は何かを成し遂げたり楽しむことで絆が深まると感じています。具体的に言うと、例え一つ目は、女性が一緒に話しながらゆっくり過ごしたいと思うのに対して、男性は何かアクティビティをしようと考える。男性はアクティビティや楽しみを共有することで絆が深まると感じて、女性はその過程での会話を重視します。例え2つ目は、女性が一緒にカフェでゆっくりしたいと考えているのに、男性はアクティブに遊園地に行こうと提案する。それもいいデートですけどね。男性は一緒に何かを楽しむことで距離を縮めようと考えがちですが、静かな時間を過ごすことには興味が薄いこともあるんですね。結果残さなきゃ、行動に移しちゃうんですね。といったように、女性はデートで感情的なつながりを重視するのに対して、男性は体験や楽しみを共有することで関係を深めようとする傾向があります。では9つ目は、購入時の基準が違う。ありますよね。女性は物を選ぶ際に見た目や感情的な満足感を重視する傾向がありますが、男性は機能性や効率性を重視することが多いんですね。女性は気に入ったものを選ぶという視点で物を選びますが、男性は必要な機能を満たすかという点を考えますね。具体的には、例え一つ目は、女性がこのバッグデザイン可愛いから欲しいと思って選ぶのに対して、男性はこのバッグは何が入るかな、機能を確認する。男性は物を選ぶときに効率や実用性を重視して、見た目よりも使い勝手を優先する傾向があります。例え2つ目は、女性がこのスニーカーおしゃれと思って購入を考えているのに、男性はそのスニーカーちゃんと履き心地いいのと質問をする。男性は見た目よりも機能が優れているかどうかを優先する傾向があるので、その商品の実用性を重視して確認したくなるんですね。といったように、女性は感情的な満足感やデザインを重視して物を選ぶ傾向がありますが、男性は機能性や効率性を基準に選ぶことが多いです。では10個目は、相談に対するアプローチが違う。女性が相談をするときには共感や感情的なサポートを求めることが多いですが、男性は解決策を提供しようとします。男性は問題解決することが助けになると感じているため、女性が共感や安心を求めていると理解しにくい場合も多いですよね。具体的には、例え一つ目は、女性が仕事大変だったと愚痴をこぼすと、男性がじゃあこうしたらすぐに解決策を出してしまう。男性は解決策を出すことで役に立てていると思って、感情的なサポートよりもどうすれば良くなるかを考えるから、そういう風になるんですね。例え二つ目は、女性がこの人からすごい連絡来るんだよねと男性に相談すると、その男性が
じゃあもう連絡しなきゃいいじゃんと解決策を提示する。男性は問題に対してどう行動するべきかを考えて具体的な提案をすることでサポートしようと考えるから、シンプルにそう答えてしまう。例えば3つ目は、女性が男性に疲れたって相談した時に、男性はじゃあもっと休む時間作ったらいいよ、すぐにどうするべきか行動を提案してしまう。男性は行動によって状況を改善できると信じているため、感情的なサポートを軽視しがちなので、こういった言葉が出てきてしまうわけですね。といったように、女性は感情的な共感やサポートを求めて相談しますが、男性は問題解決のために解決策を提供することが多くて、アプローチに違いが出てきます。はい、以上が恋愛における男性と女性の考え方の違い10選でした。皆さんどうでしたか？男女の考え方が違うと感じる瞬間は多いかもしれませんが、これらの違いを理解しておくことで、お互いの気持ちがもっと分かり合えるはずです。というわけで、今回の動画が役に立ったよという方は高評価をお願いします。そしてこれからも恋愛に関する動画をたくさん更新していきますので、次の動画も見たいよという方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。